こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、可愛いイラストですよね。レタさんの作品で、タイトルはアイドルミクさん。ポーズや光の入れ方などを工夫したし、よりアイドルらしさを演出した絵です。ライブ会場のような華やかな背景を描くにはどうしたらいいでしょうか。また絵に迫力を出すにはどうしたらいいでしょうか。特に添削してほしい部分はこの2点ですが、他におかしな点があれば教えてほしいですとのことです。はい、レタさんご応募ありがとうございます。まずですね、最初に言いたいのは、顔がね、ものすごくキャッチーに可愛く描けていると思います。もうそこがね、本当に素晴らしいです。こんなにね、キャッチーにお顔を描ける人ってもうそれだけで才能だと思いますので、そこはね、胸を張ってください。でね、その上でどこを添削していくかなんですけど、このイラストですね、実はレタさんが狙ったようには全然見えてません。はい、結構ね、そこずれちゃってるんですね。レタさんはコメントから察するに、ライブ会場、華やかな舞台で大勢の観客を前にわーってね、歓声を浴びながら歌うミクさんの姿を描きたいんだと思うんですが、実際今どのように見えているかっていうと、カラオケか、それともね、こう路地のポスターの前とかで暗がりでね、スマホに向かって、誰か来たら嫌だな、見られたら嫌だなって思いながら、こうヒヤヒヤそわそわしながら自撮りしながら歌っているミクさんに見えるんですね。いや、そのシチュエーションでよかったらそういう可愛さはかけているのでね、全然 OK なんですけど、レタさんはそれ狙ってませんよね。なのでこの絵はそこが問題です。レタさんが思ったように大舞台のライブ会場で歌ってるように見せるにはどうすればいいのか、解説を加えつつ添削を進めていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まず最初に何はともあれ背景からいきましょうか。この絵がカラオケとか、あとは路地に見えているのは、このね、後ろの背景のせいですね。多分ですね、レタさんは後ろのここですね、このやつを大型のモニターを想定して描いていると思うんですが、そう見えていないのはですね、まずはこれがないからです。はい、まあね、ちょっと適当に書いてるんですが、添削ということで許してください。この枠組み、これね、トラスっていうらしいんですが、アルミニウム合金でできていて、でここにね、照明とか音響とかあらゆる機材をね、設置する、柱とか針の役割を果たす部材なんですね。これがあるとね、もうそれだけでライブ会場っぽい雰囲気になります。あとポイントとしては、こうどこか一箇所でも角を見せることですね。こうすると背景のスケール感というか規模感が見えますので、角を見せることでセットがどのぐらいの大きさなのか、見ている人に一発で理解させることができます。でその上でこうです。はい、ちょっとね、黒で見えにくいかもしれませんが、大型のモニターのあたりを描きました。ここにね、大型のモニターを固定するってわけですね。まだ映っているミクさんは当てはめてません。一旦このままにして、この周囲も少し整えていきましょう。まずは屋根の部分。はい、こんな感じですね。まだね、ちょっと暗くて分かりにくいですね。でここにもね、照明を設置する場合にはトラスを描いてあげて、基礎の骨組みを作ってあげる必要があるかもしれません。あとこのモニターの下もそれっぽく整えていきましょう。こんな感じ。はい、こんな風にね、ミクさんが降りてくる階段とかが設置されていてもいいかもしれません。階段のへりの部分はミクグリーンに輝いております。でここでですね、モニターに映るミクさんを作ってみましょうか。はい、ミクさんの加工は結構簡単で、まずはこのミクさんをちょっと複製しておきますね。はい、複製して統合しました。で大型モニターに映っている風にするには、こういうドット柄の素材を用意します。これはですね、クリップスタジオの無料素材でダウンロードしたものですが、自分でもこのぐらいなら作れるかもしれませんね。でこれをここにコピペして、ちょっとね、ドットが大きいので縮小します。はい、そしたらその上でこのミクさんに、モザイクフィルターですね、これをかけてちょっとね、目を粗くしてあげましょう。背景は黒だとちょっと暗いので、白とかでいいかもしれませんね。はい、これで統合すると大型のモニターに映っている風のミクさんの画像が出来上がりました。これを後ろのモニターに当てはめてあげましょう。
結構ね適当に描いてきたんですが、なかなかいい感じじゃないでしょうか。割とこう雑に描いていても、こう全体で見るとそんなに雑っぽく見えないというか、それっぽく見えるでしょ。で基礎としてはこんな感じで整いましたが、やっぱりライブといったら照明が大事だと思います。照明も追加していきましょうか。やってみます。はい、モニター横のトラス、天井のトラスに照明をいくつか設置しました。ほらほら、だんだんそれっぽくなってきましたよね。でさらに上から降り注ぐスポットライトとかレーザーの光とかも書き入れてあげましょう。はい、こんな感じです。そんなにね丁寧に描いたわけじゃなく、むしろ雑に描いただけなんですが、どうでしょう、かなりそれっぽく雰囲気が伝わるライブ会場になったんじゃないかと思います。清書はねもっと丁寧に描く必要があるんですが、ラフとしてはこのぐらいで十分だと思いますね。さて背景の規模感が分かりやすいように、こう上から見上げるようにね角度をつけてしまったので、ミクさんもそれに合わせて角度やポーズなど調整する必要が出てきました。ちょっとやってみますね。はい、まだちょっと途中なんですけど、検索前のミクさんは画面手前にいる一人の友達、もしくはスマホに向かって手を差し伸べているように見えましたが、この大舞台で歌を届けたい相手はもう数千人、数万人、大勢の観客です。なので画面のこちらというよりも、意識する場所はステージの向こう側、ステージ前のね大きな会場ですね。なので手を差し伸べている左側もちょっと角度を変えます。はい、こんな感じ。ちょっとね無理やり角度を変えたので、その他の部分もねちょっと不自然になってしまいました。角度調整してみます。はい、こんな感じです。あとは目線ですね。これも大事です。会場の大勢に向かって目線を投げかけましょう。こうですね。はい、こんな感じ。それと少し煽り構図になってしまったので、このね頭頂部が少し見えすぎていると頭が長く見えてしまいます。ここも微調整します。はい、自然な感じになりましたね。あとはミクさん、ステージ上でみんなにアピールするために激しくダンスしながら歌を歌っているはずです。このね、汗も滴っていますよね。なので髪の毛にも動きをつけてあげた方がいいかもしれません。こっちの方がよりアクティブな印象を強めることができると思います。やってみます。はい、ツインテールはね動きを表現するのにすごく使えるパーツですので、積極的に利用していきましょう。あとですね、ダンスで汗をかいているって言ったんですが、実はですねこの絵ちょっと問題点として、この汗のかき方が一番問題だったりするんですね。現状ねそんなに不自然に見えないように周りの影響もあって見えているんですが、あとね最初の状態を見てください。これね特に漫画を見慣れている日本人は汗って聞くと条件反射的にこの汗かいちゃうんですけど、この汗ってですね実は爽やかな汗の表現じゃなく、なんかこう気まずいことがあったり気持ちがこう動揺したりね、そういう時にこうタラーって滴ってくる冷や汗、いわゆる冷や汗の記号表現の汗だったりするんですよね。
だからですね、僕この絵を見た時に、このミクさんって歌い慣れてないんだけど一生懸命スマホに向かってこう自撮りしながら冷や汗をかきながら歌っている活動を始めたてのミクさんなんだなって思っちゃったんですよ。レタさんが想像している真逆の状態が僕に伝わっちゃったわけなんです。でもそれはレタさんにとってちょっと不本意ですよね。なのですごく微妙な違いなんですが、汗はですねこうやって描くといいと思います。はい、真面目な汗とかね、爽やかな汗は極力線は描かずにハイライトとちょっとした影で描くか、もしくは線で描いてもいいんですが、あんまり大粒にならないように注意した方がいいかもしれません。はい、微妙な違いですが、この違いですね。でもこの場合は後ろの状況も相まって、これでもそんなに不自然じゃないようには見えていると思います。ちょっとね背景の兼ね合いもありますね。はい、でもですね結構大事なポイントですので、ここは押さえておいてください。でキャラクター最後の仕上げ、後ろのモニターとかライトから強烈に照らし出されているので、バックライトも書き入れてあげます。はい、こんな感じですね。で最後の最後の仕上げです。ちょっとした派手さがもう少し必要だなと思ったら、紙吹雪なども追加してもいいでしょう。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。顔はねほぼ描き換えていないので可愛さそのままですが、周りの状況がこうガラッと変わって、さらにね絵を見ている人に伝わる情報が変わっているのがお分かりいただけると思います。はい、今回の添削では目の前のスマホに向かっておどおどしながら歌っているように見えるミクさんを、数千人数万人のお客さんに向かって堂々と歌うミクさんに変化させるにはどうすればいいのか、解説を加えてみました。まずは背景は部分的にしか見えていないとどうしても規模感が伝わりません。なのでライブ会場の基礎素材であるトラスの角を見せつつ、背景がどうなっているのかしっかりと見せていきましょう。そしてミクさんについては一箇所決定的に問題だったのは汗のかき方ですね。特にね大きく線でかく汗は分かってかいていないと意図せずに冷や汗に見えてしまう場合がありますので、そこは特に気をつけてかいていってみてください。はい、でもですねレタさんが描くミクさんは顔がねもう添削しなくてもすごく可愛く描けていたので、そこは自信を持って次につなげてみてください。応援しています。はい、そして最後にお知らせです。ですね、僕のエッセイ集が角川さんより6月に出版されることになりました。僕が幼少の頃よりどんな風に過ごしてきて、どんな風にプロの絵描きになっていったのか、どんなことにショックを受けてどんなことが成長につながったのか、いつもねお伝えしているお絵描きテクニックではなくて、僕自身の成長のバックグラウンドをお伝えする内容になっております。表紙はですね、実はこれまだ完成じゃなくて、ここからねこの服の一部分を絵に置き換える必要があって、僕がねここから加筆する必要があるんですけど、ちょっと宣伝に間に合わなかったので写真そのままの状態でお見せしております。で実はもう予約開始されております。動画下の概要欄に URL が貼ってありますので、ぜひぜひそちらからご予約お願いします。それでは最後にあのコーナー忘れませんよ。気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。予約お願いします。